盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですねハスカシですね。この前に置いてある黒松ボサボサですけど、ハスカシ、ちょっといろんな言い方してあれですけど、葉っぱを減らす作業ですね。でさらにその春直前のそのハスカシの作業が大事ですよというお話を、今からしていきたいなと思います。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のねメールマガジンやっております。定期的にいろんな YouTube で言ってきた内容が見れる、メールなんですけど、概要欄の方からメールアドレスで登録するだけで届きますんで、もしよかったらそちらもやってみてください。はい、では本題に戻ります。黒松とか、赤松、錦松、五葉松でもそうですけど、どんなもんでもそうなんですけど、春からね芽が伸びてくるんです。芽が伸びてくるっていうのはどういうことかと言いますと、この今葉っぱいっぱいついてこういう状態の真ん中中心部にね新芽ってあるんですけど、ちょっとなかなか映像で伝わりにくいんですが、この葉っぱの出てる一番真ん中見るとこういうね新芽、このちょっとろうそくみたいなこういうのね、これ新芽なんですね。これが冬の間はあんまり伸びないんですけど、これが暖かくなってきたら、地域によっては暖かくなる時期が前後するでしょうけど、暖かくなってきたらこれがビューッと伸びてきて、黒松系であればその伸び方、その木の元気さによってはその芽切りという作業をね6月とかにするんですけど、まず今日お話しするのはその前段階、その芽が伸びることに対していい芽の伸び方をしてもらう、芽切りに向かってその芽切りがしやすい状態にする、芽切りしても大丈夫な状態にしていくような準備を今しとけばかなり良くなると。で逆に言うともさもさにしてほったらかすと、芽切りがねできなくなる可能性もありますし、こう葉っぱが生い茂ってると下の方の枝が、太陽の影になって、この葉っぱの影で影の部分のその成長が遅くなったりとかね、で先の方日の当たるようなとこは芽が大きいけど中の方が小さくなってあんまり見た目きれいじゃないとか、そこの部分の芽切りができないとか、そういうことをまず今その春直前芽の伸びる前にすることによってかなりそのいい効果が得られると、そういう作業を今日、説明もしながらやっていけたらなと思います。だいたいねこれ僕が動画で言ってるのは今これ2月の後半ぐらいなんですけど、秋にもね10月の後半とか11月頭ぐらいに古葉取りとかハスカシをしてくださいということも今まで言ってきたことあるんですけども、それは盆栽がね松盆栽が一番きれいに見える時期がその10月とか11月に掃除した後の冬のねその姿が松盆栽とか一番きれいに見えたりする時期だったりするんで、その時はきれいに見せるようなねハスカシ古葉取りだったりするんですけど、今日は次の新芽を出すためのハスカシ、葉を取る、なんならいらない芽、多すぎる芽も取るというね、とにかくいらないものを徹底的に取るっていうのが、今日のお話です。じゃあこのもさもさこれ秋やってません。秋やってもう種から育ててるもう数多いんでもう手が回ってなかった子です。このまま秋もやってなくてこのまま置いとくとやっぱりいい芽が出にくいんで、この作業をやりましょうというこれになってるんですけど、もう やっちゃいますね。とにかく今回は古葉だけじゃなくて新しい葉もどんどん取ります。もう新芽の周りもちょびっと残すぐらいです。でいらない芽も減らしながら、どんな方法でもいいんですけど、今日ちょっとねスピードアップするんでもう手でバーッといきますけど、小さい芽とかはね古葉取りながら一緒にねボロッと取れる場合があるんで、そういうとこはハサミだったりピンセットだったりを使って、気をつけてやってください。とにかくもうどうせ芽切りの時にね倍になるんで1個しかないのが芽切りの作業によって1個が2個2個が4個みたいになってくるんで、今はこれねもうとにかく
減らせれるとこまで、あんま減らしすぎも良くないですけどね。でこの芽数を減らす時は注意点なんですけど、なるべく同じその木の中で一番平均的なサイズをなるべく残すように、はい、大きすぎるとか小さすぎるは取りましょう。でも葉っぱはねほんと先の方ちょびっと出るんですけどね、もっと取れるかな、もっと取れるかな。ちょっとこの動画でねこの葉っぱを減らす作業本当見づらいと思うんですけど、もう本当にもうとことんフル葉はもちろん新しく出た葉っぱも徹底的に取ると。でこれ今ちょっとスピードアップでやってるんで指で上からいってますけど、できたらねこういう作業でも葉っぱが折れないように横からとか、一応気をつけてやってますけど、ピンセットなりなんなりでちょっとハサミ使ってみましょうかね。ハサミでこう多いところを、あとこういう時もね密集してたりとか輪郭を崩してたりとかね、輪郭崩すっていうのはそこの一目だけがピョーンと飛び出るみたいな、そういうのをなくすような。基本的には1箇所から2つか1つぐらいの芽数でも、てっぺんの方は1箇所から3つとか4つとかもありえます。てっぺんだけはちょっと特別なんですけど、てっぺんというのは上の方の話ですね。木のこの本当の上の方だけの話。もう本当にね新芽の周りの一重葉っぱがあればいいぐらい。ただ下の方のね元気のないとこはちょっとあえてね多めに残して、そこに栄養が集中してもらうっていうのもありかもしれないです。で少々ね取りすぎたと思ってもね、奥に一目残ってたらまたやり直しが効くんでね、その枝に元気な芽が一つあればどうにかはなるんで、あんま神経質にならなくても、とにかく密集とね密集を避けるが強いですかね。輪郭も少々二の次にしてでも密集は避けてほしいですね、この作業の時は。はい、でとにかく一つ一つ隣へねあっちこっち作業せずにね、この芽を触ったらそのすぐ隣とね、だったら作業のし忘れが減ります。その方がこの作業の名前もね前は古羽鳥って言ってたんですけど、どうしてもね古羽以外もね取ることが多いんで、どういう言葉がいいかなと思ってね、それで恥ずかしいっていう言葉を今日使わせてもらったんですけど、うちのチャンネルでこれからねこの作業も古羽鳥とかもあんま使わずに恥ずかしいでいこうかななんてね、はい、もっと言い方があったらコメント欄でお教えいただけたらありがたいです。うちの北谷養蚕的にはね、うちの方言じゃないですけど、葉見知りっていう言い方をよくしてたんですけどね、葉をこうやって手ですることが多いんで、手で見知り取るから葉見知りっていうのをうちではよく言ってたんですけど、 YouTube し始めてから葉見知りってあんまりみんな使わないからどうなんだろうなって迷いながらいろんな言い方してたんですけど、もうこの今僕が触ってるあたりで終わると思います。後でもう一回ね全体的にチェックして、いらない枝を徹底的に取るとね、葉っぱは今全部もう取っていってるんで、あと作業し忘れって結構あるんでね、そのチェックは、した方がいいですね。もうちょっとです。で今僕チェックしてます。でこの時は葉っぱは切らなくてもいいかなという感じですね。わざわざ、切っても構えはしませんけど、ちょっと冬の寒い地域とか葉っぱ切るのは怖いとこもありますけど、
ちょっとまだしっかり取れてないところをもう一回取るような、まあまあ一応ね、いつでもやっぱりきれいにしとくのは大事なんで、この下にビロビロ向いてるのはちょっと取ってね、なるべく斜め上に葉っぱが揃っていってる方がきれいはきれいです。こんなもんでしょう。これでまあ最初のね、何もしてないとこからしたらかなりスカスカになったと思います。でこう太陽が当たってもこっちの方影ですけど、それでもこの隙間を通ってね光が当たると。はい、ただいつもこう置いていくとやっぱりこっちばっかり強くなって、本当にね日当たりいいとこだけ強くなるんですよ。で弱い方は本当に弱くなっちゃうんで、たまにはこういうふうに逆を向けたりしてね、でやっぱ逆向いてる時でもこっちから頼ってこっちの方影になりやすいとこもこう葉っぱとか枝を減らしたからしっかり日当たりがさっきよりかかなり良くなったというね。でこれによって今多少目の大小があるのが、だいぶ差が埋まってくると思います。今強い弱いの差が激しいとかちょっとこう、強いとこは強いけど、弱いとこがだいぶ強くなってくると思う。でまた芽切りの時にその調整さらにしてっていう、そういうちょっとずつねこの差を埋めていく作業をしていったらきれいに同じようなサイズで揃った、松になっていくという、その作業の今回は一つですね。年間通しての中の一つとはいえかなり大事な作業なんで、これはするとしないとでは大きな差が出るので、よかったらね春の、2月いっぱい、僕の住んでる香川県の温暖な地域ではありますけど、そこにとっては2月いっぱいぐらい、2月の後半ぐらいにこれができたら、春からのね3月ぐらいからの芽に対してすごく良くなるだろうなと思います。なんならねこれをすることによって日当たりが良くなって、何にもない芽のとこにちっちゃい芽がね新たに生まれてくる可能性もあるんで、そういう面でもいいですね。盆栽の用語で胴吹きっていうんですけど、何もないとこに芽が吹いてくるっていうね、そういう効果も十分期待できますんで、これはぜひやった方がいい作業になります。秋もやってなくてこれもやってないっていうのはかなりまずいんで、秋せめて忙しくてできなかった言うても2月のこれはぜひやってください。そんなに難しくはないと思うんで、じゃあ本日は以上ですということで、盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。はい。